有村先輩に指定された集合場所、ここで合ってるかな。あら、月村さん。シナ、どうしてここに？真央先輩にお話があると言われて、ここが集合場所とお聞きしましたな。そっか、私と同じだ。月村さんもそうでしたのね。私と月村さんと真央先輩、なんだか不思議な組み合わせですわね。どういう要件なのでしょう。さあ、詳しいことは会って話すって言ってたけど。急に呼び出してすまないね、二人とも。こんにちは。今日はどうして私とチナを？実は地域のひな祭りイベントに参加することになってね。それはお仕事としてですの？うん、初星学園に依頼が来て、僕が受けることになったんだ。内容は実行委員会のお手伝いや会場リポーター、お客さんとの撮影、最後はライブも行う。真央先輩のライブ、楽しみですわ。何言ってるのチナ。私たちも参加するってことでしょ。うん、手まりの言う通り、君たちにも手伝ってもらいたいんだ。先方は3人ほどアイドルを呼びたいと希望しているようでね。私でいいのでしょうか？自分で言うのもなんですが、私ポンコツですけれど。今はもう違うでしょ。自信持ちなよ。君たちがいいんだよ。だから推薦させてもらったんだ。私を推薦？チナはこの手のイベント行事に向いていると思ったんだ。そこにチナがいるだけでみんな笑顔になってくれるからね。私にそんな力が？私もシナにはそういう才能があると思う。ハロウィンの時もそうだった。私のことも助けてくれたし。月村さんにそこまで褒めていただけるなんて、私やれる気がしてきましたわ。シナはともかく私を選んだ理由は何ですか？せっかく大きなイベント会場でライブができるからね。お祭りに来るお客さんのほとんどは僕らのことは知らないだろうけど、せっかくなら爪痕を残したいだろ。それには君の歌が必要だと思った。協力してくれるかい？そういうことであれば。そんなに期待してくれてるんだ。ありがとう、手まり。チナはどうだい？もちろん私もお手伝いさせていただきますわ。よし、じゃあ僕たち3人でひな祭りを盛り上げよう。はい。ここがお祭りの会場ですのね。チナはしゃがない。
私たちは仕事で来てるんだから。そうでしたわ。ひな祭り当日のための打ち合わせ、しっかりこなさなければ。そういうこと。そういう手まりもさっきまで目を輝かせていたような。設営準備中のようだね。運営の人を探そうか。私たちで演劇ですか？もうお祭りまであまり時間はないですよね。わかりました。演劇か。脚本読んだけど確かに尺は短いね。私、演劇は全くやったことありませんわ。なんで自慢げなの？まあ私もあまり経験はないけど。有村先輩はって聞く必要はないか。知っているのかい？有名ですから。カステラの CM 出てましたよね。そうだったんですの。劇団の子役だったんだよ。昔の話だけどね。そういうことであれば何にも心配はいりませんわね。ご指導よろしくお願いいたしますわ。うん。練習期間は短いけどせっかくならいい演劇にしたいからね。僕がこれまでに学んだことはできる限り君たちにも教えるよ。ただ、真央先輩？もしかして配役のことを気にしていますか？まあね。はい。僕がおひな様役ですか？劇団ではずっと男の子役だったから女の子役を演じるのは初めてってね。そういう意味では君たちと立場は同じかもしれない。配役変わりましょうか？いや、先方の希望だからね。やってみるよ。おひな様、かわいい女の子の役か。明日は本番か。ライブも演劇もみっちり練習したしちゃんと形になったと思うけど。月村さん、どうされましたの？シナ、なんでここに？月村さんがなんだか不安そうな表情でレッスン室を出て行ったので、何か心配事があるのならお話を聞きたいと思いましたの。
こういうイベントのお客様対応とかあんまり得意じゃないから。不安ですわよね。お気持ちとってもわかりますわ。そうなの。意外だな。シナはこういうの得意でしょ。皆さんそう言ってくださいますわ。正直自信はないですわ。なんで自慢げなの？でも私にそういう力があるというのが本当であれば、その力で月村さんのサポートをしたいと思っていますわ。私たちお友達ですもの。ありがとう、シナ。お互い様ですわ。私だってきっとピンチになりますもの。その時は絶対私が助けるから。はじめまして。この度リポーターを務めさせていただく初星学園の倉本千奈ですわ。ご覧くださいませ。すでにたくさんの人でにぎわってますわ。ひな人形が並べられていて壮観ですわね。それでは実行委員会の方にお話を聞いていきたいと思います。噛んでしまいましたわ。ご本お話を聞きに行きますわ。そうですね。現地の方の熱量には僕も驚かされています。その熱量に負けないように僕たちも精一杯頑張りますね。真央先輩、ありがとうございます。私も頑張りますわ。では次の質問ですわ。確か僕たちの演劇についてだったかな。そうでしたわ。チナ、一旦深呼吸しようか。僕が少しの間受け持つから。この後僕たち初星学園のアイドルによる演劇が行われます。ミニライブと合わせてぜひ覗いていってくださいね。疲れましたわ。疲労困憊ですわ。あら、あそこにいるのは月村さん？そうなんだ。ありがとう。嬉しい。声かけてくれるなんて。それならよかった。かっこいいだ
まだ何か？月村さん！シナ！せっかくなので一緒に写真を撮ってあげたらいかがでしょう？じゃあそうする。ありがとう、チナ。私は何もしていませんわ。声かけてくれて嬉しかったのに、冷たい対応だったかな。気にする必要はありませんわ。あの方は本当に幸せそうな表情で去っていったのですから。そうだね。私と写真を撮っただけなのに。それだけ月村さんに惚れ込んでいるのだと思いますわ。うん。羨ましいですわ。え？声をかけてくださるファンの方がいらっしゃることですの。私は話しかけられたことありませんわ。私はあるけど。それは今ちょうど見ましたわ。悔しいです。そういえば有村先輩は？ああ、お代理様。あなたはどうしてお代理様なの？有村先輩、ここにいたんですね。お、手まり。もしかして探してた？ごめん、台本のチェックをしていてね。少しアドリブを入れてみるのもいいかなって。手まりはどう思う？有村先輩、やっぱり先輩がお代理様の役やりたかったですよね。まあね。最初に演劇のお仕事って聞いて期待したのは間違いないよ。でも求められたことに応えるのが僕たちの仕事だから。引き受けた以上は全力で自分の仕事を全うするだけさ。有村先輩はそれでいいんですか？ああ、手まりの気遣いはとても嬉しいけど大丈夫だよ。手まりはお代理様、僕はおひな様で一緒にステージを盛り上げよう。はい。有村先輩。私、歌は誰よりも上手いんですけど、演技はあまり自信がなくて。何かコツとかあれば演技指導してもらえますか？ああ、僕でよければ。セリフはもう完璧だね。全部頭に入ってます。さすが手まりだね。それじゃあそこに立ってみて。僕の子役時代の経験、教えられるだけ教えてあげる。ああ、なんということだ。おひな様の首が！ま
まだ恥ずかしがってるね。羞恥心は捨ててもう一度。王妃様の首だ。いいよ。手まりは姿勢がいいから所作が美しく見えるね。次は歩き方。あまり力まずに自然体で歩いてみて。こうですか。硬いな。僕の歩き方よく見ていて。すごい。私のと全然違う。さあやってみて。いいね。その調子だよ。ありがとうございました。どういたしまして。それにしても驚いたよ。本当に飲み込みが早いね。しっかり稽古すれば役者の仕事もできるんじゃないかな。それって私に女優の才能もあるってことですか？ああ、そうだね。手まりのメンタルは結構役者向きかも。女優業もこなすクール系のアイドル。悪くないかも。手まりは僕より背も高いし舞台映えすると思うよ。有村先輩。私やっぱり有村先輩のお代理役が見てみたいです。手まりだってこんなにも演劇への思いがあって、男の人の役の演じ方も知り尽くしてる。有村先輩がお代理様の方が絶対お客さんも楽しめると思うし。お雛様役の有村先輩だって可愛いと思うんですけど。いや、僕は話は聞かせてもらいましたわ。うちのいつからいたの？お二人が練習してるところずっと見ていましたわ。私、月村さんのお代理様も良いと思いますし、でも真央先輩のお代理様もとーっても見てみたいですの。だから私考えましたの。リバーシするのが良いと思いますわ。リバーシ？はい、先ほどの練習で真央先輩はお代理様のセリフを覚えていましたわ。まあ一応ね。当日に何があるかわからないし。月村さんもお雛様のセリフ結構覚えていましたわね。まあ何かあったらそっちもできるようにね。もしかして僕と変わるために？そんなに多いセリフ量じゃないですし。でしたら午前の部と午後の部で配役を逆パターンにできますわ。リバーシってそういうこと？月村さんが午後までにお雛様のセリフを完璧に覚えられればできるよ。私女優だから。では問題ありませんわね。
話題作りにもなりますし、お客様も両方楽しめていいことずくめですわ。待って、そんなの勝手にして大丈夫なのかい？先方はある程度自由にしていいとおっしゃっていますし、私運営の方に掛け合ってみますわ。頼りになるじゃん、ポンコツ。お任せくださいですわ。それじゃあ決まりだね。有村先輩、お代理様のお手本見せてくれますか？わかった。ありがとう手まりちな。当然です。我ながらいいアイデアでしたわ。突然の提案を受け入れていただきありがとうございました。やっと終わりましたわ。ちなの提案のおかげで久々の演劇が楽しいものになったよ。たまにはお姫様抱っこをされるのも悪くないね。でも私お二人の足を引っ張ってしまいましたわ。別にお互い様でしょ。私もいくつかミスはあったし、有村先輩がフォローしてくれたからなんとかなったけど。本当にいい演劇になっていたのでしょうか。心配はいらないよ。お客さんの顔を思い出せるかい？とっても楽しそうに笑っていましたわ。だったらそれでいいんだよ。結果を決めるのはミスの数じゃない。でもそれは有村先輩のおかげだと思うんですけど。そんなことはないさ。演劇はみんなで作るものだよ。確かに僕が君たちをフォローする場面もあったけど、君たち二人の初々しい輝きが僕を支えてくれた場面もあった。みんなの力でいいものにしたんだ。ありがとう。君たちのおかげで劇団に入った頃の気持ちを思い出したよ。お客さんがいっぱい。演劇の成功のおかげかな。もう終幕も近い時間になってるのに。お客さんが何人だろうと、あとはもうやるべきことをやるだけ。そうだね。手まりの言う通りだ。シナは準備できてるかい？バッチリですわ。演劇の疲労も回復いたしましたので。有村先輩、一つ聞いても？どうしたんだい？劇団に入った頃の気持ちを思い出したって言ってましたよね。
それって舞台を見てくれるお客さんに目いっぱい楽しんでもらう。僕の原点だよ。もちろん今の僕は役者じゃない。今の僕が輝きたい場所は今から向かうところにあるからね。じゃあ失敗はできませんね。真央先輩、月村さん、そろそろ出番ですわ。わかった。行こう、手まり。君の見せ場だ。はい。有村先輩、なんだい？頼りにしてます。それなら情けないところは見せられないな。豪勢な食事だね。実家でもなかなか見ない量ですわ。お肉、お寿司、ラーメン、とんかつ、ハンバーグ。いや、自制。今日はサラダだけにしよう。あら？月村さんはサラダだけでいいんですの？アイドルだからね。私たち頑張りましたし、今日くらいはいいのでは？そうかな。いわゆるチートデイですわ。じゃあちょっとだけ。これってもう一杯あります。食べ過ぎですわ。やれやれだね。